どうも、一生声変わり中のものです。今日紹介するのは GS30 型のフェアレディ Z2x2 です。この Z の全幅は 1630mm 約 1.6m なんですけれども、これちょっとイメージできない人はですね、近所にいるアカシカを捕まえてバンすれば大体一緒です。ちなみに僕が気に入っているところはこのヘッドライト周りになります。普通旧車というと4灯のイメージが強いんですけど、フェアレディ Z の特徴としてこのでかい1灯のライトがとても気に入っています。皆さんこのフェンダーとこのライトのところが一緒のパーツになっていると思われているんですけど、実際はこのスチールで別体パーツになっています。この GS30 はですね、フロントに6気筒エンジンを縦置き搭載して後輪を駆動する FR のモデルです。そしてこの 2x2 モデルはですね、前後に2列のシートを搭載した4人乗り仕様です。この S30 系はですね、なんといってもこのですね、ロングノーズ、そしてショートデッキのフォルムが魅力です。ちなみに2シーターの S30 とこの4シーターの GS30 の違いはですね、このリアセクションにあります。実はですね、4人乗りにするためにホイールベースを30センチ延長、そしてボディは全体で310ミリ延長しています。ただ注目点はここ、実はこのですね、ボディの延長分はドアの後ろだけではないんですね。このドア自体もですね、2シーターよりも長くなっているんです。またそれにこうしてこのウィンドウ、これも2シーターよりもぐんと長くなっているんでした。ヘッドライトチェックします。スモールお願いします。ヘッドライトローお願いします。ヘッドライトハイお願いします。ヘッドライトローに戻してください。ハザードお願いします。サスペンションはフロントストラット、そしてリア、こちらもストラット、4輪独立懸が搭載されているエンジンは直列6気筒の L20 型、130馬力と17キロのトルクを持ってます。ちなみに YOSHIKI さんのこの車両は3連キャブに代わってライトチューンが施されています。ボンネットフードは逆ヒンジ、このように大きく開くタイプなんですが、注目はここ、かなり凝ったギミックで開くようになってるんでした。さらにサイドでの注目点はこの Z、 前輪から後ろドアの前端までの長さがとても長いことに注目です。これなぜかというと、6気筒エンジンをかなり後方に搭載したフロントミッドシップだからです。いい色ですよね。ブルボンバームロールよりも白いです。テールに回ってきました。この車両ではですね、このように Z432 タイプの車外マフラーに交換されています。リアから見ての GS30 の注目はこのバックランプとナンバープレートの間に2本のひだが入ってます。これは 2x2 モデルだけのものなんです。ヘッドライトチェックします。スモールお願いします。ブレーキお願いします。ブレーキ踏んだままハザードお願いします。ギアをバックでお願いします。ラゲッジチェックします。このボタンを押して開けます。結構広い。わあ、これ使い勝手良さそう。これだけの開口幅があれば、体長85センチのプーズージカを捕まえてゴロンと横倒しでいけます。ちなみにこれですね、荷室空間拡大するためにリアシートを倒すことも可能です。素晴らしく広い。このフロア部分めくるとですね、ここに純正の工具があります。また完全にめくると、ここにはですね、テンパーではなくフルサイズのスペアタイヤも備わっています。またラゲッジの壁面には左右2個スピーカーが備わっているんです。豪華です。さあ、フェアレディ Z で舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。あるような気がするな。フェアレディの意味は貴婦人ですからね。あるのかな、ないのかな。なかった。ライトもなかった。ごめんなさい、0点。でもちゃんとチケットホルダーがありますね。ちなみにこのバイザー巨大サイズでして、
下ろすと視界がたったこれだけになります。前見えないんじゃないか状態になるんでした。リアシートです。大変立体的で手の込んだ造形です。リアシートチェックします。意外なことが起きてます。なんと頭上にこんなに空間があります。快適だ。そしてフロントシート、私がセットした状態で膝は当たりますが、ぐいぐい押される感じではありません。つまりですね、比較的楽に座れます。これは素晴らしい。また、この 2x2 の車、フロントドアの窓が伸びていることは言いましたけれども、実はこの窓にも特徴があるんです。ここのレバーを使って、このように開くんです。これなら後ろに乗ったお子さんも安心です。酔わないよね、窓が開けば。また、リアシートから出るときには、このドア、なんと、後席用の専用のノブがあります。これがあるので、簡単に出られるんです。ちなみにこのリアシートの右の下には純正のジャッキが備わっています。フロントシートです。ハイバックタイプのヨーロピアンな造形です。フロントシートチェックします。座った感触が意外です。 GCIH ガストのチーズインハンバーグのように柔らかです。形状はスポーティーなんですけど、不思議な感覚。これなら長距離運転が楽そう。インパネです。航空機のコックピットのようです。ステアリングは大変細いものです。ウッドで握り心地は良好です。右にあるこのレバーでウインカーが作動するのは通常通りですが、実はこちらにはですね、ライトスイッチがついてません。ただしパッシングスイッチだけはこのようについてます。先端を押すんです。そしてメーターの右にはですね、開閉式の吹き出し口がついています。さらにその下、トリップメーターのリセットのためのスイッチ、そして左にはですね、メーターのショートコントロールスイッチがついています。さらにその下、このレバーを引きますと、メインのファンとは別系統のベンチレーターがオープンして、フロントから冷気が入ってきます。そしてステアリングの左に生えているこのレバーにあるスイッチでライトのコントロールを行うんです。不思議。さらにこの左側のスイッチを使うとワイパーの操作が可能です。メーターはドライバー正面に大きな二眼式のものが備わっています。ちなみに前期型のモデルでは速度計がですね、なんと20キロから始まっていました。このモデルではさすがにですね、0キロから始まってますけれども、0キロの部分に0という表示がありません。とても珍しいです。つまり低速域なんて関係ないよってことなんでしょうか。さらに中央上部には3連メーターが収まっています。この3連メーターの丸の大きさ、ちょうどパナップと一緒です。中央上部、この部分はなんとマップランプなんでした。かなり作りいいです。下にはファンの吹き出し口、さらにエアコンの操作系があります。その下にはアナログのラジオですね。そして下左にあるスイッチを操作しますと、リアのデフォッガーが作動します。中央はハザードのスイッチ、さらにその右にはですね、パーキングランプがあります。ただしこれ右と左をそれぞれ独立して操作ができます。ちなみにこの 30Z で注目したいのはこのシートの低さなんです。圧倒的に低い位置にセットされています。なのでこのように座ってですね、ドアを閉めた時、ドアに対して人間の頭の位置がすごく低いんです。なので純正シートにもかかわらずローダウンシートを入れているようなすごくレーシーな形になってます。 Z に乗ってる人がかっこよく見えるのにはこういうところにも理由があるんです。シフトはショートストロークの5速マニュアルです。操作感が気持ちいい、機械っぽいです。さらにシフトレバーの左下、このようにレバーがありますが、これはチョークレバーなんでした。サイドブレーキはスティックタイプです。オーディオですが、こちらのボタン、これを押すと外のアンテナが自動で伸びます。またルームミラーは防減タイプですけれども、ここのレバーをですね、バチンと倒すわけではありません。ここのノブを回すとこのように角度が変わるという不思議なものでした。私のチェックポイントはこちらです。こちらにフットレストがあります。これは
上級グレードの ZL に搭載される純正オプションです。このように自分の置きたい場所に移動することができます。とても珍しいです。かかとを乗せるように乗ってとても楽です。ちなみにこの車、ドアにも注目です。このドア、前後に長くなっていますけれども、ドアロックの位置は2シーターのままです。なのでこのスペースがとても長いんです。さらに注目は下、こんな低い位置にドアオープナーがついています。そして先ほどお見せしたリア用のドアオープナーです。いやー、すごく気難しいエンジンかと思ったらめちゃくちゃ運転しやすいです。アイドリングプラスアルファぐらいでスムーズに加速をしてくれます。この細身のステアリングで頼りないかと思ったんですが、とんでもなくて、ステアリングスポークに剛性感があって、しかも車体もしっかりしている感じがものすごく伝わってきます。ちょっと踏んでみます。不思議だ。いわゆるチューニングエンジンのようにですね、パンパンと吹き上がるタイプではないんですけれども、重々しい排気音とは裏腹にすごく精密なものが回っている感じです。綺麗に吹き上がっていきます。鳥肌が立ちます。これは気持ちいい。ステアリングはですね、ノンパワーステなんですけれども、でも動いてしまうとそれほど重いなって感じはしません。軽くするためにですね、ステアリングをスローにしてるわけじゃなくて、実はこの車ロックトゥロックは 2.7 回転なんで、かなりクイックなんです。それでいて操作に必要以上に重い力は必要じゃありません。全てがスムーズです。そして全てがバランス取れてます。ステアリングの重さとアクセル、ブレーキ、クラッチの重さ、それらが全部調和取れていて、そしてこのシフトの操作に必要な力もステアリングの操作力とすごくバランスが取れてるんです。なので乗っていて一体感があります。オーナーの吉木さん、はい、これキャブは変わっていて、駅マニも変わってますけど、エンジンはノーマルなんですよね。エンジンはいじってないと思いますね。それでこんなに気持ちいいんだ。すごくきめ細かく回りますよね。ちょっと回してみます。吉木さん、隠れてましたね、エンジンの力が、真の姿が、違いますよね。はあ、4000以上回すと全然違いますね。別の車になっちゃう。でもこれ以上はやめときますすいません。前後ストラットのサスペンションショックはノーマルのままです。でこれがですね、ふわふわの柔らかい感じじゃないのに乗り心地すごくいいんです。足はしっかりパンと張ってるのにストロークをしっかりしているので、このように段差を乗り越えても不快なところがありません。また運転していく感覚はすごく独特です。フロントミッドシップですごくロングノーズなこのスタイルなので、ステアリングを切っていくと長く遠くの方で前輪がですね向きを変えていってくれる独特の感覚があります。というわけで GS30Z は何がいいって、このステアリング、ペダル、そしてシフトのですね操作のフィーリングが全てバランスされているところです。本当に全身を使って行うスポーツをやっている気分になります。これ本当のスポーツカーですね。大変美味でした。ごちそうさまでした。いや、吉木さん本当ありがとうございました。これね、おかわりしたいぐらい。高校卒業してすぐ買ったんですけど、はい、最初通勤で使ってました。これを通勤で、すごっ。これを実用で使ってるってことです。使ってます。すごっ